はい、こちらは川本真紀子先生のクロシェです。1番花が雨でつぼみがダメになってしまったので、2番花のご紹介です。お花を近づけると、このバラはすごく個性的な香りがするはずなんですけれども、なんか今はお花の香りという感じがします。バラの香りではない、お花の香りがします。何ですかね、難しいですね。すいません。全体像としてはこんな感じです。この子も横張りに育ってます。つぼみから開花するまでの期間が長くて、その間の過程も楽しめる子だと思います。開きたてがこのような感じで、これがつぼみがちょっと開いてきた感じですね。そして開き切るとこのようなロゼット咲きです。開いていく過程を見るのが本当に楽しいです。あちこちから新芽も出てきてくれているので、この子もたくさん年に何回も咲いてくれる子だと思います。はい、フランシスジブルイも2番花咲いてくれてました。1番花に比べて本当にお花が小さくなっていて、花びらの縁が焼けているような感じです。最高気温が20度ぐらいからいきなり30度近くまで10度も上がったからかなって思ってます。お花を近づけるとちょっと香りが揮発しちゃってるようで、少ししか今は分かりませんが、とてもいい香りだと思います。全体像としてはこんな感じです。花枝が細くてしなやかな感じで、いつもまとめてたくさんお花を咲かせてくれて、とても女性的なイメージのするバラだと思ってます。お花はあまり長持ちしませんが、またすぐにたくさんつぼみをあげて咲いてくれると思います。年に何度もたくさん咲いてくれる子です。はい、こちらフェローシップも2番花が咲いてくれていました。この子も急に暑くなったせいか、1番花に比べてずいぶんお花が小さくなってます。中輪ぐらいになってますね。お花を近づけるととってもいい香りです。ティーの香りだと思います。全体像としてはこんな感じです。まだまだつぼみがあるので、これから楽しみです。はい、クリスティアーナの2番花も咲いています。この子も結構早くお花が終わっちゃうので、普通の花枝にできた2番花は先に終わってしまって、もう今咲いてるのは今年出てきてくれたベーサルシュート3本出てきてくれたんですけれども、そちらのお花になります。
年出てきてくれたベーサルシュートはこちらの一番大きな房になっているものと、こちらとこちらです。まだつぼみがたくさんありますが、適当なところでカットしようと思ってます。お花を近づけると香りも良い香りがします。こちらもティーの香りかなという感じです。香りがある子はやっぱりお花が早く終わっちゃいますね。全体像としてはこんな感じです。10号鉢で育てています。はい、こちらはプシュケの2番花です。花数を割とつけてくれた代わりに一つ一つのお花が本当に小ぶりになっています。こちらも中輪ぐらいになってます。お花を近づけても今はちょっと香りがわからない感じです。全体像としてはこんな感じです。お花が小ぶりでも可愛いですね。はい、フランボワーズバニューの2号も2番花咲いています。あちこちに青いつぼみもありますし、こちら立派なサイドシュートも出てきてくれてました。お花を近づけても香りは微香だと思いますが、お花持ちを割とする子だと思います。今年春はもう1回ぐらい咲いてくれないかなと期待しています。全体像としてはこんな感じで10号鉢です。はい、こちらはパビヨン・ドゥ・ブレイニーです。この子は6月の初めから少しずつお花を咲かせてくれている子です。お花を近づけるとなんとなく香りがある子なのかなという気はします。すみません、蚊取り線香のせいか今ちょっと香りがあんまりわかりません。でこの子は花びらの裏側が白く、花びらの内側が濃いピンクというリバーシブルな感じのお色になってます。全体像としてはこんな感じで小さい6号鉢で育てています。6月の初旬から少しずつ咲いているのを観察していたんですが、お花が咲き進んでいくにつれて株姿もどんどんいろんな形になっていくので楽しかったです。はい、国枝先生のいおりちゃんも2番花咲き始めました。立派なベーサルシュートも2本出てきてくれています。お花を近づけても香りはない子ですが、
花は長持ちします。全体像としてはこんな感じです。一番花も次々につぼみが開いていって2週間以上楽しめたと思います。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。